こんにちは、もしおです。今回はメガドライブのサンセットライダーズをご紹介します。北米版メガドライブであるセガジェネシスのソフトですね。コナミの国内メガドライブ参入第1弾は92年12月22日発売の TMNT リターンオブザシュレッダーとなっていますが、サンセットライダーズが北米で発売されたのも92年12月で、サンセットライダーズの方が早かったという説もあるようです。少なくともコナミの北米メガドライブ参入第1弾ソフトがこのサンセットライダーズでした。サンセットライダーズ自体は91年にリリースされたコナミのアーケードゲームですが、メガドライブ版はアーケード版とは異なる点が多く、移植版というよりはリメイク版、新作と言ってもいい内容だったりします。私が購入したのは90年代の後半だったと思いますが、シンプルなゲーム内容で遊びやすく、個人的にも好きなゲームの一本でした。最近実家に保管されていた当時のメガドライブのゲームの多くが置いておくと邪魔だということで、まとめて自宅に届いたのですが、その中にサンセットライダーズが入っていたんですよね。もしかしたら北米版のメガドライブミニ2であるジェネシスミニ2に収録されるのではと思い、今回紹介させていただくことにしました。エンディングまでプレイしても比較的短いゲームですので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。メガドライブ版をご紹介させていただく前に、アーケード版と SNES 版にも軽く触れておきたいと思います。アーケード版のサンセットライダーズは91年にコナミからリリースされています。西部劇のようなアクションシューティングゲームで、ゲーム内容の方はコントラとローリングサンダーを足したような感じでしょうか。レバープラス2ボタンで操作できる比較的シンプルなゲームです。全8ステージ構成で個性的な4人の主人公やゲーム内のコミカルなテロップも魅力的なゲームでしたが、国内ではなぜか移植機会に恵まれず、長い間移植作品が存在しませんでした。2020年にようやくアーケードアーカイブスで家庭用の移植が実現。スイッチと PS4 で遊べるようになりました。北米ではジェネシスの他にも北米版スーパーファミコンである SNES 版が93年6月にリリースされています。8メガビットロム採用で省略されてしまった要素はあるものの、アーケード版をベースとした移植作品となっています。すでにプレミアム価格となっているので、これから現物を入手するのは厳しいかもしれませんね。そして今回の主役、セガジェネシス版のサンセットライダーズです。前述の通り92年12月に北米でリリースされています。欧州でも発売されているようですね。同時期のソフトとしては TMNT リターンオブザシュレッダー、ソニック・ザ・ヘッジホッグ2、ベアナックル2などがあります。この時期にコナミはメガドライブに参入したわけですが、メガドライブが88年に発売されていることを考えると少し遅めの参入ですよね。さらにこのジェネシス版サンセットライダーズは4メガビットロムです。同時期のベアナックル2が16メガビットロムであることを考えるとかなり控えめで、アーケード版のアクションゲームを移植するには十分な容量とは思えません。参入最初のソフトということであまり無理をしたくなかったのでしょうか。結果としてジェネシス版のサンセットライダーズはリメイク作品に近い形で再構成され、独自の内容で発売されました。まずキャラクターが4人から2人に減少。アーケード版では拳銃タイプが2人、散弾銃タイプが2人でしたが、それぞれ1人ずつになりました。減ってはしまいましたが、キャラクターの特性的には大きな支障はないのかもしれませんね。最もアーケード版と異なるのがステージ構成です。全8ステージが全4ステージとなりました。ただしジェネシス版は各ステージが前編後編の2部構成になりましたので、ボリュームが著しく減ったわけではありません。ただステージ数が減った分ボスはカットされてしまいましたので、その点は少し残念ですね。これだけ聞くと劣化移植のように聞こえてしまうかもしれませんが、4メガビットロムながらも一定のゲームボリュームを確保しつつテンポよく遊べるよう、ゲーム本編はバランスよくまとまっています。特にボリュームに関しては難易度が高いゲームなので短いと感じることもありませんでした。操作の方は2ボタン制から
3ボタン製に拡張されています。ざっと操作方法をご紹介します。ショット1はボタンを押している間、キャラクターは移動せず同じ場所にとどまり、拳銃の向きのみコントロールできるタイプです。ショット2は移動しながら攻撃できるタイプですね。銃はどちらもボタンを押している間は自動連射となっています。下プラスジャンプボタンでスライディング。スライディング中は無敵です。スライディングと合わせてこのゲームのポイントとなるのがフロア移動です。フロア移動中も無敵になりますので、敵の激しい攻撃を避けるときにうまく使う必要があります。キャラクターは弾速が速く連射に優れたビリーと3段タイプのコルマーノの2人。それではセガジェネシス版のサンセットライダーズをプレイしていきます。2人のキャラクターを見ていただきたいので、前半の2つのステージを3段タイプのコルマーノ、後半の2つのステージを拳銃タイプのビリーとなるようにプレイを編集させていただきました。エンディングまでそれほど時間はかかりませんので、ぜひお付き合いください。
いかがでしたでしょうか。最後のボスはある程度パターンを把握できていても集中力が続かずに操作ミスをしてしまい何度もやられてしまいました。ステージ数は多くありませんが難易度が高くある程度集中力が求められるので、個人的にはエンディングまで一気に遊ぶのであればこれくらいのボリュームでもいいのかなと思ったりしました。状況をリセットできるようなボム的な攻撃が用意されていないのが辛いところですが、武器のパワーアップが2段階しかないのでミスしたら事実上終了なんてことはなく復活が容易なのが気に入っています。敵の出現パターンをある程度覚えるまでは非常に難しいゲームですが、ある程度分かってくると気持ちよく無双できるのが良いですよね。今回は四半世紀ぶりのプレイだったので練習が必要でしたが、短時間でラスボスまで進めてそれなりに遊んだ気分にもなり満足できました。92年末ということを考えると4メガビットロムという容量が残念に思えますが、シンプルに楽しめる良作ですよね。もし北米版メガドライブミニ2であるジェネシスミニ2にコナミ枠があるのでしたらぜひ収録してほしいと思いました。ただ最近はゲーム内のネイティブアメリカンの描写に関してはかなり慎重になってきているという話もありますので、すんなりとはいかない可能性もあったりするのでしょうか。最初の発表以来情報が止まってしまっているジェネシスミニ2ですが、サンセットライダーズの収録にも期待しつつ新しい情報が出た時にはまたお伝えできればと思っています。それではまた。今回ももしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。